定はここにボルトを差し込もうかなと思ってて、同じボルトとかもあったんですけど、その長さがちょうどフィットするやつがなかったんで M12 のボルトを1本ここで差し込む感じにします。ナットとワッシャーみたいなでっかいやつも入れて、で固定するっていう感じでやりたいと思います。ターンバックルなのかラッシングベルトなのか紐なのかちょっと決めてないんですけど、とりあえず固定していきます。場所はね、ここから下からやった方がいいと思うけど、ここからここですね。M12 なんでこれで直径 12mm の穴を開けますですね。買ってきました。銀色だったんで黒色に塗装していきます。M12 のボルト、M12 のこの引っ掛けるやつで、これナットで留めて、でこいつを入れてナットで留める感じですね。これで固定していきます。ちょっとね傷がついたんで、今回は完全にはいかず先端だけ出した状態でやると両方綺麗に穴が開けれます。はい、このねラッシングベルトを買ってきました。両側にこういう引っ掛けるやつがついてて、ここでベルトを通して、こっちは固定されてて、こっちはこう長さを調整できます。で最後キュッキュッキュッって締めてきつく締めるみたいな感じです。ホームセンターにもラッシングベルトは何個かあったんですけど、大体ね耐荷重が100キロとかよくても400キロぐらいのしか置いてなかったんで、ネットで購入しました。これ Amazon で一応4000キロ4トンまでいけるってやつで、一応1トントラックなので500キロとかそんぐらいなんですけど、運転中ね結構衝撃とかこういう揺れとかいろいろね400キロ以上の力が出ると思うので、8倍の4トン4000キロのやつを買いました。なのでこれ1本で5000円ぐらいするんですけど、正直ここはねケチるところではないというか、この辺はしっかり購入しました。で下にもボルトを1個入れたんで、そこは4トンで引っ張ってもちぎれないロープみたいなのがあるんで、そのロープを通して後ろを固めて結ぶみたいな。それで前にも金具を取り付けたんで、そこもロープでしっかり縛るみたいな感じでやろうと思ってます。不安要素は少なくしたいということで、前側もラッシングベルトにします。前側はもともとビスで金具をつけてたんですけど、それだと衝撃に耐えれるか不安だったのでボルトを取り付けることにします。運転席の真後ろの部分の柱が 2x4 で頑丈なので、ここに同じようにボルトを取り付けていきます。この内装は後で板材を貼るので、端材を取り付けておいて厚みを同じ状態にしておきます。外側はこんな感じで突き出し部分の下になります。雨が降っても安心な場所にしました。ここにフックを取り付けラッシングベルトで固定します。最後にラッシングベルトで固定します。このベルトは見た目もいい感じで気に入ってるんですけど、先端のフック部分が少し太いので、先端に金びらを取り付けて固定金具と取り付けていきます。
しやすいですよね。バイパスみたいなとこ通ってるんですけど、意外と運転しやすいです。高速道路も試しで乗ってみたんですけど、80キロぐらいも全然出て、なのでバックモニターとかないとちょっと怖いなっていう感じはするんで、こういうのはやっぱつけた方がいいのかなとは思います。あと横風はね、あんまり感じないですね。まだ強風な時に運転してないっていうのがあるかもしれないんですけど、横風はそこまでまだそんなに感じてないですね。真正面のところも斜めにしたバージョンで運転してないので何とも言えないんですけど、運転しててめっちゃ重いなっていう感じは特になく、運転でスピード出ないなっていうのもそこまでなく、燃費は多分少し下がったりはすると思うんですけど、そんな感じでいっぱい運転していきたいと思います。はい、固定方法はね、もういろいろ検討したんですけど、頑丈さを考えてラッシングベルトにしました。前回の軽トラキャンピングカーの時はターンバックルとチェーンで固定したんですけど、ターンバックルって少しずつなんですけど緩んできちゃうんです。毎回ね、定期的に点検してたら大丈夫だとは思いますが、今回は1トントラックで重量も増えて、それにね耐えれるターンバックルがなかなかなくて、あと1回取り付けちゃうと結構ね取りにくいので、取りやすさっていう点からもラッシングベルトは最高だなと思いました。1本につき4トンの重量を耐えれるラッシングベルトを4つ、あとは後ろ部分と運転席側の前部分もチェーンとかで固定しようかなと思ってます。今回使ったラッシングベルトは Amazon で購入したのでリンクを貼っておきます。このフックの爪が太いっていう点以外は大満足で、頑丈さもありコスパも最強だと思います。運転しやすさとしては想像以上に重いなという感じはなくて、柱を3センチのものにしたり、木工なりに軽量化はいろいろ工夫しました。でもこっから内装板張りにしたりキッチンとかも作っていくので、より重くなってくると思うので、そしたらまたレビューしたいと思います。一応ね、バイパスとか高速道路もの流れを止めることなく運転はできてます。マニュアルなので坂道とかも2速とかに入れたりして運転はできてます。なのでマニュアルにしてよかったなと思ってます。まだ強風の中とかめちゃくちゃな坂道とかは運転してないので、これから細かい発見とかがあればまた発信していきたいなと思ってます。なんか少しね重くなったおかげで軽トラキャンピングカーより運転しやすいなという印象を受けましたが、自分の慣れとかもあると思うので安全運転でやっていきます。最後に今回は一つ紹介したいことがあります。キャンピングカー DIY シャープ3の時に動画の素材データが消えてしまって、その時ワンダーシェアリカバリットっていう動画とか画像などのデータを復元できるっていうソフトを使ったんですけど、なんとその会社から連絡があって紹介してほしいという連絡をもらいました。YouTube の撮影素材とか編集した動画とかそれ以外のデータも消えるのはめちゃくちゃなえるので、その時の対処法みたいなのを簡単に説明します。興味ないっていう方も知っておくだけでその時データを取り戻しやすくなるので説明します。データが消えた時はとにかく無駄に触らない、もうねこれに尽きると思います。パソコン自体も操作することで上書きされていってしまうので、とにかくデータが消えたらもう無駄に触らず、すぐにリカバリットのソフトをダウンロードすれば高確率で取り戻すことができると思います。理想はね、もともとこのソフトをダウンロードしておいた方がいいと思います。100MB とかまでなら無料なんですけど、それ以上は有料になります。詳しい費用はウェブサイトをご覧ください。僕のように動画とかになると容量も増えるので、一番上のバージョンのリカバリットアルティメットプラスになると思います。1ヶ月ね1万円ぐらいなんですけど、永久ライセンスすると1万7000円ほどなので、永久の方を取っておいた方がお得だと思います。データが消えてほんとその時だけ使いたいとかなら1ヶ月とかでもいいと思います。で、使い方もめちゃくちゃ簡単で、元々の保存場所を選択して開始ボタンをクリックします。で、消えたファイルをクリックすると復元できるという感じです。操作もね直感的にできて簡単でした。今のは PC のメモリストレージから復元する方法でしたが、カメラなどのね SD カードとか外部のメモリーカードとかもパソコンに差し込めば同じようなやり方でできます。今回は DIY とは関係ないですが、実際に自分が動画データが消えた時に活用したリカバリットだったのでご紹介してみました。で、7日間の返金保証とかもあるので、こんなこと言っていいのか分かんないんですけど、動画データが消えたら7日間とりあえず登録してみるのもありだと思います。で、自分も活用した時問い合わせてメッセージとか送ったんですけど、ほんとね優しく対応してもらったのでおすすめできます。とにかくデータが消えたらパソコンは再起動したり無駄な操作はせずリカバリットで復旧してみてください。